こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、惰性が軌道に乗るまでアクセル全開を念頭に置きつつ、ガンガン進めていきます。まあそれが肝心といえば肝心ね。早くゲームのある日常を取り戻さないとなりませんからね。微妙な違和感はこの際放置するわ。さて、前回はピラミッドの高さが半分に達しました。そして工事進捗は残り4分の1を切っています。あと、ピラミッドの対岸が初めて見えたわね。対岸といえば、対岸が見える見えないでは結構違いがあるもので、残りはあの場所まで建築すればいいんだと思えるのがいい感じです。逆にあんなにまだ残ってると鬱になったりしないのかしら。しばらくは大丈夫です、多分。さて、メサの赤サガン、ネザーのソウルサンド、田舎暮らしの羊毛のどれから手をつけようかと考えたのですが、ネザーに決めました。そういえばソウルサンドは今まで先延ばしにしていたけど、やっと回収する覚悟ができたのね。ぶっちゃけネザーは苦手で怖いですが、トラブルがなければ回収が楽な建築材です。足場兼埋め材として余ってるサガンを持っていきます。さて、ネザーに行くたびに思い出すのが、何十分間もゾンビピッグマンに付きまとわれた苦い経験です。溶岩掘り当てて焼け死んだこともあったわね。何気に死ぬよりも、いつまでも改善しない状況が長引く方が恐怖感があります。まあ今回は幸いなことに、ネザーゲートすぐ近くにソウルサンドの山があるので、この一山の中だけで数が足りれば、遠出しなくても済むんです。早く回収できる分だけリスクは抑えられるわね。さて、足元を注意しつつソウルサンドの広がり具合を確認していると、溶岩海が見えてきました。意外と高低差がないわね。これならうっかり足元を掘り抜いても安心です。と、今回はネザー水晶も回収すべく、シルクタッチとインベントリの空きを用意してきています。まあネザー水晶シリーズをピラミッドに積むのは、終盤になるでしょうね。で、ソウルサンドを大量収集するのは初体験なのですが、意外と深くネザーラックをえぐっていることに驚きです。随分食い込んでいるわね。どうやら生成時に堆積したのではなく、ネザーラックがソウルサンドに変化した感じです。回収しづらい反面、見た目より一山で多く回収できそうです。ておー。さっきからガストが気になって集中しづらいです。どこかに潜んでいるようね。まあソウルサンドが深くまで埋積しているので、下の方から回収するようにすれば、その分ガストの目に留まりにくいです。ついでに下からだと回収しやすいので一石二鳥です。溶岩掘り当てたら逃げにくくないの？ソウルサンドの中に溶岩が眠っていることはないと信じます。で、慎重に行動したおかげで一切のモブに出くわさず、ソウルサンドを収集しきることができました。9スタックと半分ほどね。拠点の少々の備蓄と合わせれば十分です。それにしても、ここまで企画が進むと建築材集めの個数が少なくて済むのが助かります。最初の頃は1種類で20スタック超えだったものね。さて、次は通路のネザー水晶を回収しつつ、メサに向かいます。ネザーワープを使うたびに気になってムズムズするのも今回でおしまいです。前々から回収してれば気にせず済んだでしょうに。埋め材でインベントリ圧迫されるのが嫌だったんですよ。今の取れてないでしょ。インドア派ですので、まあ縁がなかったんです。さて7分ほどで通路上のネザー水晶を回収し終わると、2スタック半ほど集まっていました。意外と取れた感じね。まあでも、ネザー水晶を材料とする建築材は多くて、かなりピラミッドの上の方に積むこと前提で、最終的に20スタック以上回収する予定です。さてメサに来ましたが、ここからは久々に大変、というか面倒かもしれません。というのも、赤サガンシリーズを作成するには材料の赤砂は4倍必要ですから。赤なのに4倍とはどうなのかしらね。マイクラは外国のゲームなので、いわゆる赤3倍の法則は適用されません。
ちなみに以前回収した赤砂が8スタックほど余っていますが、これ全部赤砂岩にしても2スタックにしかならないんですよね。まあないよりマシよ。で、今回何個集めるの？赤砂岩シリーズ2種類分なので、赤砂は5000個ほどです。さて13分ほど掘ったところで、早くもシャベルの耐久が半分となってしまいました。耐久力3だから、残り使用回数は3000回ってところかしら。ちょっと目標数まで掘り切れるかギリギリという感じです。普段なら、ゲーム再開前にシャベルの耐久残量と掘る数を計算しているところですが、最近しばらくこのシャベルを使ってなくて、過去のプレイデータを引っ張り出して調べるのが面倒だったので。つまり無計画だったのね。さてシャベルの耐久が4分の1ほどになったところで、はて、こんなところに砂利があったかな。エンダーマンが運んできたものよね。よく考えるとメサに砂利って珍しいです。で、メサの地下でも砂利は希少資源のはずなんです。そう考えると少しレアね。さて、赤サガナーになってから30分経過したところで、シャベルの耐久を使い切りました。ここまで確保した赤サガンは、エンダーチェストの中のものを含めて19スタック。一応なんとか建築材には足りました。あら無計画の割に良かったじゃないの。でも、あと48個赤砂を確保すれば、ちょうど20スタックになるんですよね。まあ素手で掘るべしです。なんでよ。まあちょうど20スタックにしたかったのは、単純に気持ちの問題です。でも、少ししたらわかる通り、この素手の赤砂回収は重要な意味を持ちました。余った赤砂を活用する用途なんてあったかしら。いえ、乱数調整的な意味合いです。その後メサを後にして、拠点に戻ろうとネザーゲートをくぐったところで、この乱数調整のおかげでレア物に出くわすことができました。これは多分、過去のプレイでも初めての遭遇です。まさかのネザーのエンダーマンじゃないの。びっくりして思わずインベントリを開いたくらいです。まあネザーゲートの特性上、理屈としてネザーにエンダーマンが現れることがあり得ることはわかりますが、でも実際に目にするまで考えたことはありませんでした。ジエンド、通常世界、そしてネザーを渡り歩くエンダーマンは、まさにマイクラの王者と言っても過言ではないでしょう。その条件なら鶏も該当しない？卵投げればジエンドだろうが生まれそうだし。いえ、鶏は所詮ジョッキーです。鶏はチキンの方よ。さて、珍しいものを見れて上機嫌で、拠点に戻ってきました。こっちは珍しくない方ね。ネザーだと群れをなす恐ろしい存在ですが、通常世界ならほのぼのです。なんだかすんなり洞窟に入っていきましたが、ゾンビピッグマンも光を避ける傾向があるのでしょうか。まあなんだかんだゾンビ属性だものね。さて、今回のプレイはここまで、と言いたかったところですが、もうちょい続きます。というのは、ここまで動画を作ったら、尺が10分に満たなかったんです。単純作業であまり何もなかったのね。まあキリが悪い感じだったので、この後少しだけ追加でプレイをしました。というわけでゲーム再開。素で忘れていました。緑の物体のことね。という感じです。で、なんでしょうかね。このプレゼント山積みは、どう見てもプレゼントもらう側のボックス数ではないわね。今から世界の子供たちにプレゼント配りに行くの？しゃがんでよければ。で、困ったことに、どこに何が入っているか少し考えないとわからなくなって戸惑いました。どうも私は、チェストの絵柄でアイテムの保存場所を記憶していたようです。そして謎の赤いボックスを見つけてなんだろうなと思ったら、ただの馬鎧レースでした。サガンよりはプレゼントっぽいわね。さて、シャベルは次に使う時のために修繕しておいて、羊を染めるための空色の染料と、さらに紫色の染料を各ワンスタック用意して、
田舎暮らし拠点に出向こうとしましたが、ブランクが長いので忘れ物がないかと心配になります。無駄に往復するの時間かかるんですよね。また忘れているわね。まあこれは影響は些細です。というわけで、田舎暮らし拠点にやってきたところで今回はここまでとなります。今回の田舎暮らしでは、羊毛以外にざっと20スタックほどは伐採を行います。結構な量だけど、そろそろジュークボックスを量産したいんです。というわけで、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。